ご視聴ありがとうございます。今回はいよいよ復活する3年間休止していた路線に迫ります。珍しい理由で列車が走らなかった路線の事情と特徴満載の代行バス、そして間もなく迎える運行再開をまとめて解説します。ここは大阪有数の拠点駅、南海電鉄の難波駅です。南海の2大幹線である南海本線と高野線が乗り入れます。このうち南海本線はブルーがラインカラーの路線で、ここ難波を起点に和歌山市までを結ぶ全長 64.2 キロの路線です。関西国際空港のアクセス路線としての役割も担う一方、高野線とは異なり、ローカル支線を多く抱えています。私が向かうのは、急行列車で4駅、所要時間およそ15分の駅、羽衣駅です。南海のローカル支線の一つ、高篠浜線と接続しています。ちなみに羽衣駅の一つ前が、以前別の動画でご紹介した浜寺公園駅です。この駅の周辺では高架化工事が進んでおり、上り線はすでに仮線に切り替えられています。一方、羽衣駅の手前で線路は高架線になります。羽衣駅周辺の区間は21年5月までに高架になっています。下り線が高架化されてから8年近くになりますが、駅の設備はまだまだ綺麗です。ホームに降ります。下り寄りには高篠浜線の線路が向かって右に見えます。高篠浜線は南海本線の上り線とホームを共用しています。ただし、この駅で乗り換えることはできません。ズームしてみると、信号機に×印がついているのが見えます。これは、信号機がまだ機能していない、あるいはすでに機能を終えていることを示しています。南海本線の高架化から間もなく3年、今にも列車が来そうなだけに不思議な感じです。上りホームへ移動です。高篠浜線は2両編成、南海本線は最長8両編成です。そのため、高篠浜線の乗り場は上りホームの下り寄りだけにあります。ホームの様子がこちら。隣の2番乗り場と同じように仕上げられ、設備は整っています。ただし、2番乗り場側には看板の数字が入っているのに対し、隣には数字がありません。ホームの先端まで進み、さらにズームします。奥には作業員がおり、ポイントのあたりで作業をしています。高篠浜線の線路は、下り方面から上り線につながり、さらに下り線につながっています。下り線から高篠浜線に向かう経路の信号機にも×印があり、高篠浜線に車両が入れない状態です。ホームのたもとには、こんな看板が。そう、序盤で触れた通り、高篠浜線は今運休中で、終日バス代行になっています。高篠浜線は、羽衣駅と高篠浜駅を結ぶ、全長 1.4 キロの路線。日露戦争の際、高篠浜周辺に捕虜の収容所があり、その跡地を利用した住宅地が開発されたことを受け、1919年に開業した路線です。運行休止の直前には南海本線との直通はなく、全線単線のため1編成が行き来する典型的なローカル支線でした。運用されていた車両も、第一線を退いて支線に転用された2200系。以前別の動画でご紹介した塩見橋線でも運用されていた渋沢全開のあれです。そして高篠浜線は南海本線の上り線が高架になった21年5月から運行を休止しています。その理由が、羽衣駅と隣の高石駅の周辺で進む立体化事業にあります。これは、南海本線 3.1 キロ、高篠浜線 1.0 キロの高架化で、13カ所の踏切がなくなります。1996年に都市計画決定され、2005年には鉄道関連の工事に着手しています。南海本線の高架化は、一般的な高架化の手順と同じです。上下線を西側の仮線に切り替えた後、まずは下り線の高架橋を建設して下り線を高架化。続いて上り線の高架橋を建設し、高架に切り替えるというものです。南海本線の上りホームを部分的に切り替えて作った高篠浜線の乗り場は、高架化の過程で南海本線のホームから遠くなっていました。そして高篠浜線を高架にするにあたり、ある難題が浮上します。それが、仮線の用地確保です。
仮線は本来、列車を運行しながら高架橋を作るために必要なものです。ただし、それには線路脇の土地を取得しなければならず、巨額の費用と時間がかかります。南海本線ほどの主要幹線ならともかく、一ローカル支線である高篠浜線の工事には、なるべく費用と時間をかけたくないところです。そのため南海と高石市は、2018年に高篠浜線を運休にして高架化することに合意します。南海本線が高架線に切り替わるタイミングで高篠浜線の運行を休止し、今ある線路を撤去してから高架橋を作ることにしたのです。運行休止がこのタイミングになったのは、高篠浜線の車両を南海本線の車庫から送り込んでいるからです。高篠浜線が休止になっている間、代行バスが運行されます。線路に完全に沿った道がないこと、駅のそばには細い道が多くてバスが入れないこと、そしてバスの折り返し場所を確保することから、ルートは高篠浜線からやや外れています。また、キャラ橋駅の代行バス乗り場は北と南に分かれました。この2つの間だけを乗ることはできません。高篠浜駅を利用するには、キャラ橋南が便利です。なお、鉄道は全線3分のところ、代行バスは全線15分かかります。運行本数は休止前の高篠浜線と同等である一方、バス1台あたりの定員は2両編成の電車より少ないため、朝夕のラッシュ時には便数が増えます。また、バスをごく短い間隔で出す、いわゆる続行運転がなされることもあります。運賃は休止前の高篠浜線と同額で、他の路線との乗り継ぎにも対応しています。こうした代行バスでは運賃の支払いが大変になり、乗り場が駅から離れていると誘導も大変です。代行バスの運行期間は、高篠浜線が高架化されるまでの3年間の予定でした。高篠浜線の高架化は順調に進み、4月6日土曜日の始発から鉄道の運行が再開され、代行バスは前日で終了します。この長い間、南海はどう乗り切ったのでしょうか。構内図がこちら。代行バスの乗り場は、駅の南東にあります。羽衣駅の改札は駅の北寄りにあり、それとは場所が違います。代行バス乗り場につながる通路は、改札階から伸びています。上にあるバス乗り場の看板は南海標準のデザインで、作りもしっかりしています。見た目はしっかりしているように見えますが、側壁は仮囲いで、ところどころでコストが抑えられています。バス車内での運賃のやり取りを減らすため、高篠浜、キャラ橋両駅に対応する改札が通路の途中にあります。高篠浜で降りる場合は左、キャラ橋北または南で降りる場合は、右の改札をそれぞれ通ります。乗り換え改札を通ります。同線は改札を出ると合流します。この場合、キャラ橋の改札を通って高篠浜で降りることは防げず、乗客を信用した運用になっています。代行バス乗り場は高架下のスペースを活用しており、一般車両は入れないです。一般道路との合流地点はここから300メートルほど南にあるため、代行バスを利用するには乗り換え改札を通るしかなく、無賃乗車は防げます。乗り場には、すでに大型のバスが停車中です。この奥には降車用のブースがあり、到着したバスは一旦すべての乗客を降ろします。なお、バスの表示器にはしっかり表示が出ます。逆方向のバスが戻ってきてすぐ、羽衣駅を出発です。ぐるりと展開し、下り方面に向かいます。乗客は私を除いて7人です。休日の朝方の便なので少なめですが、もう少し遅い便では20人近く乗っているものもありました。歩行者横断通路と交差する場所では一旦停止、川を渡るところは道路の幅が狭いので、スピードが下がります。この右手には、線路が地上にあった頃の橋梁の跡がまだ残っています。一般道に合流するところで右に曲がります。事故防止のため、ここまでの間で誘導員が数人立っています。300メートル余り走ったところで左に曲がり、204号線に合流です。キャラ橋北に到着です。ここでは2人が降りていきます。ここから先に行く前に、一旦キャラ橋駅に移動です。駅のすぐ南側にあった公園は工事のために封鎖され、ガランとしています。また、駅とを結んでいた通路も閉鎖され、通れる道が減りました。
高篠浜線の運行再開にあたり、キャラ橋駅ではトイレがリニューアルされます。建物も所々綺麗に塗られており、復活に合わせて塗ったのでしょうか。ホームにある後方確認用のミラーも、見るからに新しいものになっています。一方、この駅にかつてあった駅前商店会は、運休に合わせて閉鎖されました。シャッターが降りた通りが、寂しさを際立たせます。ここは生活道路ではなく、通り抜けが禁止されていることもあって、人気がありません。路線のご紹介の時に見当がついたと思いますが、高篠浜線の利用状況は厳しいものがあります。近年の輸送実績は1日1700人を割り、2011年には南海が高石市へ支援を求める書面を送っています。高石市では、高篠浜線の利用者数を1万人にすることを掲げ、高篠浜に臨海部方面への企業送迎バスターミナルを設置する計画でした。ところがそれも羽衣地区に設置されることになり、結局高篠浜線の需要拡大には至っていません。とはいえ、高篠浜線を廃線にして、バスに移管するのも難しいです。高石市そのものが、南海が運行していたバス路線が70年代に廃止になって以降、他のバス路線から離れた路線バス空白地帯になっているからです。代行バスの車両も6キロ余り離れた南海バスの境営業所から集められているようで、かなりの苦労が伺えます。また、鉄道の立体化は街づくりの範疇のため、費用は自治体持ちです。高架化のネックになるとはいえ、自治体が費用を負担する立体化の過程で高篠浜線を廃線にするのは、自治体に受け入れられそうもありません。キャラ橋南に到着です。高篠浜駅の代替の役目もあり、直線距離で100メートルほどですが、駅はバスからは見えないようです。一旦終点まで向かいます。キャラ橋南から200メートル余りで右折し、さっきよりもゆとりのある道路を走ります。ここは高石臨港線という道路で、臨海部の工場などへつながっています。300メートル余り走って右折すると、終点の高篠浜代行バス乗り場はもうすぐです。キャラ橋北、キャラ橋南と高篠浜の間を利用する場合のみ、バス車内で運賃を支払うことになります。その場合、経路に羽衣駅を含む場合と違って IC カードは使えず、現金などによる支払いのみとなります。なお、代行バスにおいては、団体乗車券及び貸切乗車券の発売は全面的に中止されています。このバス乗り場は、大阪府立臨海スポーツセンターのすぐ前にあります。バスが待機したり、効率よく展開するには一定の広さの土地が必要で、ここは都合が良かったようです。休止中の高篠浜駅に寄り道です。運行休止前はバリアフリー設備がありませんでしたが、駅の手前にスロープができました。また、駅の外からはよく見えないものの、ここにはエレベーターも設置されます。路線と駅が休止しているため、駅に付随する駐輪場も使用不可です。ただし、私がいた時はちょうどスタッフが施設の手入れをしており、運行再開に向けた準備が進んでいます。ちなみに、休止前に撮影したカットがこちら。ホーム一つ、線路一本の小さな設備です。線路を反対側に追加できるようですが、ずっと一本だけでスペースが余っています。高架ホームの下には、地上にあったホームの残骸が残っています。ここは休止中の改修工事の際もそのままだったようで、反対側からその様子がわかります。羽衣駅に戻ってきました。運賃を現金で支払う場合、乗り換え改札で乗車駅証明書を発行し、下車するときに精算します。目的地によって金額の異なる運賃を車内でやり取りする手間をなくし、乗務員の負担を軽減します。そして高篠浜線の運行再開まで1週間に迫り、この日はある企画が催されています。その場所が、羽衣駅の改札を出て正面のエスカレーターを降りた先にあります。午前10時から午後4時まで、羽衣駅西側の工事ヤード内に設置された特設会場で、おかえり高篠浜線大感謝祭が開催されています。高架化前の懐かしの写真の展示や、ステージイベント、出店のほか、地元の人たちのパフォーマンス、タレントのトークショーもあります。
午前10時からは記念式典が行われ、くす玉割りもありました。鉄道の高架化は完了するものの、代行バス乗り場などの撤去や、地上に残る橋梁跡などの撤去はこれからです。具体的な街づくり計画を話し合うワークショップも開かれており、地域一丸の取り組みは続きます。また、羽衣駅の数百メートル上り下りで、線路は地上に降ります。後追いで高架になる区間の街づくりとの関連性も大事な一方、あの途中には高石市と堺市の境界があり、向こうは堺市なので、簡単にはいかなそうです。会場の隅には、南海バスの車両も展示されています。代行バスの車両と同じ形式なのか、ちょっと年季が入ってそうに見えますが、代行バスが終了したら、他の路線に転用されるのでしょうか。そしてここでのイベントと並行して、高架ウォークというイベントも開催されています。新しい高架橋を歩けるというもので、2016年に南海本線が高架化された時にも、同様のイベントが行われています。通過する列車をバックに記念撮影したり、高架橋にある設備の説明が聞けるなど、充実した内容です。高石市が主催する午前の部と、南海が主催する午後の部があります。午前の部では高石市在住の人が対象ですが、午後の部では誰でも OK。ただし、23年度に小学4年から6年生までの子供とその保護者のみという、だいぶ狭き門です。私はぼっちなので、もちろん参加で、エスカレーターを降りたところにあった長机は、ヘルメットの返却場所です。高篠浜線のダイヤもすでに公表され、日中1時間あたり3本、それ以外はおおむね4本あります。休止前と同じく南海本線との直通列車はなく、すべての列車が線内で折り返します。日中の南海本線は15分ヘッドですが、高篠浜線はそれとは合わせていないです。車両は休止前と同じく2200系の2両編成の予定です。一方、南海の支線では今、老朽化した2200系を後継車両に置き換える動きが進んでいます。神奈川線では3月24日の午後から2000系の運行が始まっています。2000系はもともと高野線のうち山岳区間に直通する列車のために製造されたものです。ところが、高野線系統の運行体系の見直しによって直通列車が減り、2000系の運用が大幅に減りました。その後、南海本線の普通車に転用されていたこの車両をワンマン改造し、ローカル支線で活用する作戦です。今年1月からは、加田線や和歌山港線、塩見橋線で試運転が行われており、他の路線への進出も予定されています。他の路線と同じく、高篠浜線にもいずれ2000系が導入される可能性はあります。また、南海では去年8月から自動運転走行試験が始まっています。労働力不足への対応として、運転士資格のない係員を転乗させた状態での自動運転の可能性を検証するものです。おととし夏から準備が進められており、乗客を乗せない回送列車を、特に本数の少ない和歌山港線で運転し、データを収集しています。全線が高架化され、踏切のなくなった高篠浜線は、こうした自動運転をするには最適です。3年の眠りから覚めた高篠浜線が南海の未来をリードするかもしれません。ご視聴ありがとうございました。